ろしくお願いします。よろしくお願いします。アクタスで、スタイリストやってます岡田由紀と申します。よろしくお願いします。アクタスでバイヤーしてます曽我です。よろしくお願いします。今日は、色をテーマにインテリアを作っていくっていうのを、テーマにして、7つのスタイリングをご紹介したいと思います。インテリアを考えるときに、サイズとか使い勝手とかで、もちろん選んではいくんですけれども、その続きに、色とか素材で選んでいくと、心地よかったりだとか、その人の個性とか、あと洗練された雰囲気になったりっていう、プラスアルファの要素が加わっていくので、今日はそちらを皆様にご紹介したいと思っています。今回テーマとして7つのカラーっていうところがありまして、で僕と、岡田もそうですし、あと家具のバイヤーの野口とか、あとアンダースアイラーセンの社長ですねも一緒に組んで、今回いろいろとスタイリング考えながらブースを作ってるっていうような感じですね。僕は結構いろいろミックスするというか、もう単色でのコーディネートとかはあんまりしないというか、好きなのはもういろいろ混ぜるのが好きなので、なのでちょっと今回もご紹介させていただくのもちょっとそういったテイスト感にはなってるかなと思います。そうですね、私は色の使い方ってパターンが何パターンかあるかなと思っていて、同系色でまとめるパターンと、あとグラデーションをかけていくパターンと、いろんな色味を混ぜていく、曽我がやってるパターンと、あと対比色で、わざとコントラストの強いのを組み合わせていくパターンってだいたい4つぐらいあるかなと思っていて、それを私は今回2ブースやってるんですけれども、ちょっと2パターンやってみた感じになります。そのブース、拝見するの楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここは白をテーマカラーにしたブースになります。で、一応空間のテーマはニュートラルホワイトっていうテーマにしていて、白一色で作ってるんですけれども、いろんな素材の白を入れることで素材でグラデーションをかけたような空間の作り方をしています。色としてはワントーンでコーディネートしたお部屋になります。一番インテリアの中で、色の面積が大きく出るのはソファーとラグだと思うので、一番初めはソファーの色味を決めました。このソファーは少しベージュがかった白なので、周りに次に面積が大きいのがラグになるので、ラグも少しアイボリーがかったラグを選んでいます。で、素材が違うのでやっぱり発色とか色味がちょっとずつ違うんですが、その違いがコーディネートになるかなと思っています。で、逆にクッションはちょっとこういう白の発色が高いものを合わせて、それぞれの白の色味の違いが分かるように組み合わせを作りました。ワントーンで素材がいろいろあることで、そのインテリアが成立するっていうのは、この棚のディスプレイでもちょっと分かりやすいかなと思っています。最初本だけで作ってたんですけど、紙の白だけだとただしまってるような見た目になるんですけれども、例えば陶器のフラワーベースとか、あとなんかガラスの艶があるものとか、こういう土で焼かれたようなものとかを組み合わせることで、白だけで作ってるんですが、少しディスプレイをしているような要素も生まれてくるかなと思っています。色幅を使わないときは素材の幅を持たせるとうまくいくと思います。もう一つお部屋を作っていて、そちらはオレンジをテーマにしたお部屋になります。コントラストをつけるっていう色使いでお部屋を作っています。どうぞ。
ちらは2つ目のブースでオレンジをテーマにしたお部屋になります。ここも1階と一緒で、一番メインとなるソファーにオレンジの張り地を選ぶことから色の使い方を広げていっています。インテリアでオレンジを使うのは少し勇気がいると思うんですけれども、意外と色を楽しむには使いやすい色で、例えばこのソファーはレザーのキャメルの色で、オレンジがかっているものだったり、あとチェリー素材の家具なんかも、オレンジ系の色味にはなるので、ちょっと色をインテリアの中に取り込みたいなっていう方には、オレンジ色はおすすめです。この革の素材もバッフィングって言って、ちょっと毛羽立った感じの逆立ったレザーなんですけれども、ツヤ感がなくてマットな質感っていうのも少しシックな雰囲気を作ってくれてるかなと思います。ここの部屋の場合はオレンジの対比色で黒とかチャコールグレーを持ってくることで、オレンジを引き立たせるような色使いで作りました。なんでソファー以外のリビングテーブルとか照明、組み合わせた一人掛けの椅子、クッションは黒とグレーだけで組み合わせを作っています。グレーの床でグレーのカーペットで黒い家具の中にオレンジがドンと置かれてるっていうような構成になってます。今回ラグを1枚だけ引いてるんですが、こちら側のオレンジの方は、パネルになるんですが、例えばラグに見立てて大きめにラグを引くことで床の面積を減らし、ラグの色で部屋のメインカラーを作っていくっていうこともできると思います。あとは、壁の場合は窓があってカーテンをかけたりすると思うので、そのカーテンの色でそのお部屋の色を調整していくっていうこともできると思います。今回の色使いの場合はフローリングが結構チェリー材のフローリングだったりすることも多いと思うので、もうそれはそのままオレンジカラーとしてうまく取り込んでいけるかなと思います。なんか色使いとして、一番簡単にできるのがワントーンで作るっていう色の使い方なんですけど、その次が2色で作るっていう今回のやり方だと思うんです。で3色以上から、ちょっと色のバランスを見計らいながらだと思うんですけど、目安としてはベースカラーが、6割ぐらいで、2番目のカラーが、3割ぐらいで、アクセントカラーで3色目足したい時は1割ぐらいで足していくと、全体のカラーバランスがうまく取れると思うので、その6対3対1で色を3色で使っていくのに慣れてきたら、4色目5色目とかいってマルチカラーでどんどん色遊びを応用させていくと楽しめるかなと思います。この後は曽我さんのまた曽我の個性がめちゃくちゃ出てるので、ぜひ見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。曽我さんは実際どういうスタイリング、どういった分ご紹介いただけるでしょうか。今回テーマとして考えたのが、一応グリーンがちょっと僕の中のテーマカラーだったので、それをいろんなカルチャーをミックスしたようなちょっとシームレスなイメージでちょっとやっていきたいなと思って今回スタイリングしました。今回グリーンの生地で選ばせてもらったんですけども、数ある中の生地から、僕も好みになってはいるんですけど、ちょっと素材感のあるものが僕は好きなので、その中の生地でグリーンのこの特にちょっと表情がある、で折り柄もちゃんと表情があって、遠くで見た時グリーンなんですけど、近くで見たらちゃんといろんな多色配色じゃないですけど、そういった感じで見える素材がいいなっていうので今回このカラーにしてます。なので今回僕ちょっとパッと見て結構いろいろな要素がちょっと目に入るのかなと思うんですけども、いろんな国のエリアのものを
組み合わせてよりちょっとモダンにアップデートしたいなと思ってはいました。なのでソファーの、グリーンと全体的にこう民芸のこういったドゴン族のはしご、実際に使われてたものをオブジェにしてるんですけども、ちょっと素材感がしっかりしてるのでちょっと負けないようにじゃないですけど、ラグもちょっと織り柄がしっかりしてるものセレクトさせてもらってます。あんまり色が散らからないようにベースカラーはちょっと落としてはいます。はい、民芸のアイテム、これも椅子とか、ちょっとこれをそのまんま飾ってしまうとちょっと土っぽさが強調されてしまって、なんか家に置いた時にカジュアルな感じになっちゃいそうだなと思ったので、あえてメリハリを効かせるためにこうちょっと大理石のようなテーブルでちょっとモダンにアップデートしてメリハリをちょっと意識してみるっていうのも今回のポイントかなと思います。ちょっと見てもらうと、なかなか家ではリアルにこういった植物の飾り方しないのかなと思うんですけど、僕が結構こう自然なスタイリングっていうのがすごい好きで、たまに京都とか心斎橋とかのウィンドウの装飾とかもこんなテイストでちょっと飾らせてもらうことがあるんですけども、飾り方をあえてちょっと外にいるかのような感じにする。なので部屋の中に植物があるんですけど、なんか外を感じるようなちょっと内と外をなくすシームレス感っていうのを、あえてこういったスタイリングで演出してるっていうのはありますね。好きな合わせ方を表現するっていうのはインテリアにとってもすごい楽しみの一つでもあると思うので、そういったのをいろいろどんどんチャレンジしてやってみるのもいいのかなとは思います。今回僕が1ブースと岡田の2ブース計3ブースご紹介させてもらったんですけども、ちょっと量が多いので次回残りの4ブース、野口が実際にスタイリングした部屋と、あとアイラーセンのアンダース社長がテーマとして設けたカラーのコーナーとかっていうのもご紹介していこうかなと思います。次回はどなたがご紹介いただけるんでしょうか。次回は家具のバイヤーの野口が4ブース紹介していきます。なんかヒントはすごいいろいろ散りばまれてると思うので、ご自宅に合わせた時にどう見えるんだろうとかっていうのも参考にしていただけたらと思います。わかりました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。